ございます。山川ブランクスのフィールドスタッフ郡司です。今日はバリスティックの 106mmH をキャストしながら、いろんなルアーを使って、ご紹介していこうと思います。リールの方がステラの4000番の XG に P15 を巻いて、リーダーがちょっと太いんですが40ポンド入れてます。でこれでちょっと一通り軽いルアーから投げていこうと思います。よろしくお願いします。でまずはクロストリガーですね。こちらの方から投げていこうと思います。今 7.8g のシンキングペンシルを投げてるんですが、ブランクはちょっと細身にしてもらったんですよね、今回このバリスティックの106は。なので、振り抜けが非常に軽くて、こういう軽いルアーでもしっかりとバットから曲げて投げることができますね。でこのレングスが長いので飛距離もしっかり出せて、で、ティップの方が M クラスなのでしっかりと引き抵抗も感じることができます。サーフなんかやってるとちっちゃいマイクロベータとか入って、9センチとかでも食わない場合が結構僕がやってる地元のサーフでは多いんですよね。それでやっぱこの軽いところを、ちっちゃいところを使えるようなロッドが欲しくて、下の方もしっかりと扱えるロッドにしてもらいましたね。いろんなシーズンのパターンで使えると思います。特にゾエやケースね、カニとかああいう時にはもう9センチとか全然耳くのしないので、そういう時にはこういうちっちゃい新ペンとかがだいぶ有利になりますね。この引き抵抗がしっかり感じるっていうのはやっぱすごいと思いますね、この長さで。はい、次はサイレントアサシンの 99F、 こちらを投げてみます。この9センチから14センチぐらいまでが一番使用されるかと思うんですけど、やっぱすごい飛びますね。飛距離がすごいです。この9センチ台のトゥイッチングもやりやすいですね。サーフメインで開発したロッドなんですけど、こういう港湾部とかでもいいと思いますね。シーバスでもいいだろうし、ちょっとした小型回遊魚でも使えますね。このジャークもトゥイッチもやりやすいですね。レングスを全然感じさせないですよ。遠くでもちゃんとこのリーディングしてる時のルアーの動きが伝わってくるのもすごいですよね。どうしても10フィート超えてくるとぼやけちゃうんですけど、そういうのが全然ないですね。今全然流れがない場所でやってるんですけど、それでもしっかりと引き抵抗は感じれますね。次はぶっ飛びくんの 95S ですね。こちらを投げてみます。30g のシンキングペンシル飛びますね、やっぱ。でしっかりと首振りをティップが拾ってくれてるので、潮目の境とか潮圧が効いてるとことか、カレントですよね、サーフで言ったらみそばでもそういうところ分かりやすいですね。慣れてきたら目で見て分かるんですけど、最初分かんない時はやっぱこの潮圧で感じるのが一番いいですよね。夜される方とかも。この106のすごいところはこのやっぱ飛距離ですよね。めちゃくちゃ飛びますね。で使用感は本当9フィート後半ないぐらいの感じなんですけど、使用感もすごく軽くてすごい使いやすい竿になってます。で長いとやっぱ今横風吹いてるんですけど、ちょっとこうフライ気味になっちゃったりする場合があると思うんですが、投げた時にですね、それがこの106だとすごい低い弾道で飛ばせるので、横風にラインが捉えにくいですよね。でも常にまっすぐなラインの状態で釣りができるので、サーフだとちょっとしけてる時なんかはメインラインに取られて釣りにならないとか、そういう時にはこの長いレングスが有効になってきます。
全然出てないですよね。この無駄な糸吹けがもう着水してからすぐ2のレンジを攻めれるので、結構なアドバンテージになりますよね。ナブラが湧いた時とか着水してすぐ巻き始めないと食わない時とかはやっぱすごく大事なとこかなと思います。はい、次はブローイン 140S ですね。こちらの方を焼いてみようと思います。14センチのミノを使ってるんですけど、投げ感も軽くてこのジャークもやりやすいですよね。10フィート超えてくるとだいぶ手にくるんですけど、軽くティップを煽ってあげれば綺麗にジャークしてくれてます。飛距離もめちゃくちゃ出るので、掟とかそういうところでサワラ、サゴシ狙いとかでもすごく使えますね。やっぱでっかいルアーの方がアピール力があるので広範囲にの魚を呼んでくれます。足場が高い掟とかだとやっぱレングスが長い方がラインのベンディングがしやすいので、そこら辺はすごく有利ですよね。こういう軽くやるだけですごくよく似た後してくれてますね。あんまり強くやっちゃうとどうしてもバシャって出たりしてエラーを起こしていびっちゃったりするから、なるべく軽めの方がこのロングレングスになってくるといいと思いますね。復元がめちゃくちゃ早いですよね。糸絡みもないですよね。こんだけ復元が早いと。ブランクの戻りが悪いとガイドに絡まったりしやすいんですけど、サーゴ長いとですね、それがないですよね。次はバスデーさんのバンジーショット 30g ですね。こちらを投げてみます。メタルジグの飛距離もすごい出ますね。この結構これスイム系のジグなので泳ぎがもう明確に手に伝わってきます。飛距離がすごいですね。北海道に何回か自分行かせてもらったことはあるんですけど、やっぱ飛距離がすごい大事な釣りだなっていうのを感じたんですよね。海桜やらせてもらって、その時にやっぱこういう10フィートのロッドだと飛距離も出るし、ティップの方がかなりしなやかになってるので結構右入れとかしやすいと思うんですけど、海桜とかはそういうのでもちゃんとティップが追従してくれてフッキングまで持っていってくれて、右入れとかもしにくいような設計になってるので、早巻きして食わせた時とかもちゃんとフッキングまで持っていってくれるロッドになってます。ジャークベイトとかでも狙う際もすごく飛距離が出てジャークしやすいですし、本当この遠投能力はすごい差ですね。この軽さと使用感で、いろんなターゲットが狙えると思います。はい、次は激闘レベルの 40g、 こちらを投げてみます。40g のジグもしっかりと振り切れますね。掟とか行かれた場合ちょっと沈めてしゃくる時もしゃくりのレスポンスもめちゃくちゃいいです。すごいしゃくりやすいですね。軽くティッパーを追ってやるだけでジグが動いてくれるんで、楽っすね。しゃくるのもいいですけど、巻きでも結構食うことがあるんで、巻きでもしっかりとちょっとティップが入ってくれてジグの存在がしっかりと分かります。海桜でちょっと磯とかでやった時もあるんですが、ちょっとやっぱ磯になると水深があるので上を回遊してない時ですよね。ああいう時とかボトムに沈めて巻き上げで何回か食ってくれたんですけど、そういう時とかもいいと思います。早巻きしてもジグがあまり暴れすぎないですよね。ティップが硬いと暴れやすいんですけど、ちゃんとティップが仕事してくれてますね。はい、次は一斉さんのメコメタル 50g、 こちらを投げてみます。今ジグの 50g 投げたんですけど、
すごい投げ感軽いですね。これも50g をしっかりと振り抜けますね。あまり使うシチュエーションは少ないと思うんですけど、安心して投げれるロッドになってます。はい、次はちょっとリールを変えました。リールを変えて、ステラの SW の4000番に P が2号のリーダーが40本ですねを巻き込んで、この辺りまで2キロ半ぐらい取ってますね。ルアーがサスケの合力120ですね。こちらでやってみます。2号の40ポンドの抜けも非常にいいですね。各フィッシングショーに行った際に、ブースに来ていただいた方々に結構ヒラスズキで使いたいっていう話をいただいたので、ちょっとこの2号の40ポンドの糸抜けのご紹介をさせていただいてます。非常に抜けがいいですね。今ちょうどリーダーがここなんですけど、こうですね。非常に抜けがいいですね。今回のこのバリスティック106はブランクがちょっと細身に設計してあるので、非常に振り感と風切り感ですね、非常にいいですね。やっぱり平続きする時はちょっと波っ気がある時されると思うんですけど、そういう時も向かい風でもしっかりとルアーをピンポイントに運んでくれますね。